でね、ユダヤの人たちを悪者にしてるけど、もちろんね、ユダヤという悪がなければさっき言ったように進化もないよっていうこともあるんだけれど、だって頭いいんだもん。次から次へでさあもう量子コンピューターでさあ AI ですっていうのを彼らがやってますからね。であたかももうこれでようやく我々は自由になれると思わせといてさらなる奴隷制度を作ってるんですよ。そこら辺がめちゃくちゃ映画よりすごいよね、彼らの世界観で。彼らは尊厳があって、こっちに尊厳がなくなってるわけじゃんね。そう、ね、知らない間に。そうですよ、彼らは全然自分の尊厳とか汚さないもん、汚されないようにちゃんと守ってきたし、そういう意味では見習う点がいっぱいあると思うんですよ。そう見習って敵対する必要はないんですよ。だから見習った上ででも違いませんかって、もうこのゲームやめましょうよって、お金はゼロサムゲームなんで、どう考えたって誰がどう考えたって今のこの仕組みを使っていってしまうと、やっぱり誰かが儲かりゃ誰かが貧困になるんですよね。で借金がなければ成立しないゲームなわけです。だからね、この新しい本では椅子取りゲームだって書いてある、分かりやすく。だから誰かが椅子に座ったら座れない人が必ず出てくるんですよ。それが今のお金の仕組みですから、これがどんな形に変わっても同じなの。そうなんですね。だってお金が根拠になってるじゃん、結果ベースはお金じゃないですか、だってなんだかんだ言ってビットコインだってお金に換算してんじゃん。そうですね。今いくらですよ。一応でも統一通貨にはなりそうな気はしますけどね、世界。すごい細いでもね、いやすごくマリちゃんいいこと言ってくれてるって思うのは、そこが怠惰なんだって。怠惰なんですかね。そうつまり今あるもので何とかしようとするせめて新しいものをいや大丈夫ですよ、もうね道は私はある程度ついてると思うんですよ。本当ですか。だから希望がないっていうことを言いたいわけじゃないんですよ、ただ目先のことで何とかなるとは思わないでほしいって思うね。AI っていう言葉自体は一人歩きしてるけど、今の AI のまんまじゃダメですよねって、さっきのね、テスラじゃないけれど、要するに見えない量子物質とどれだけコミットできるかっていうことですよ、量子物質に対してどれだけこのテクノロジーがコミットメントできるかっていうところがうまくいくようになれば、この空気中の目には見えない、ここにあるスペックを使えるわけですよ、そのまんま。しかもここにあるスペックはもうどんどん更新されていって、どんどん学習していって、どんどんお利口さんになっていくから、ここは。ここっていうのはそれ要するに水も含めて目に見えないこの世界の、この世界に、ここにたくさん量子物質が存在してるわけです。つまり、素粒子とかっていうのがここにぎっしりあるわけでしょ。ぎっしりでもないんだけど、実は。でも、この人たちはものすごくスペックが高いですから、ここがうまく理解して、この機能をそのまま AI が使えるようになれば、だから我々は考えなくてもいい。だから例えば私がいる宇宙の文明で、建物はあります一応、建物はあるけど電灯はついてません、で要するに私たちが自分のスペックを高めるような装置がついてるわけ、その建物の中に入ると視力を調整してくれる。電灯ではなくて。っていうことは、もう、この自分自身が、つまり私たちのこの視力を使ってるのってここにあるわけですよ。自分たちのエネルギーフィールドの中に、エネルギーフィールド、自分たちのフィールドの中に何を見せようかっていうことを、ここが判断してるわけじゃん。つまり魂の中で判断されて何を見せようかって見せてるわけでしょ、で、だけど今
聴講機能っていうのが麻痺してしまっているので、伝統が必要なんですよ。要するに別に機械になっているわけではないっていうことですね。機械にはなっていないんだけど、ここの私たちに搭載されているスペックを使えてないってこと。そういう。怠惰になってるのよ、全部。で、私の友人のロシア人が、建てたピラミッドの中に、入っていくとね、みんなコート脱いで手袋外して帽子取るんだって。で、そこはね、バイカル湖のすぐそばに建てたって言うんだけど、バイカル湖の近くってすっごい狭いんですよ。寒くて、もう私は生き延びられる気がしない。でも、遊びに来いよって言われたんだけど、冗談じゃないって。外気温はどのぐらいあるのって言ったら氷点下50度ぐらいだよね。ふざけんなよ。そこに行き着くまでに私は死ぬみたいな世界でしょ。で、ところが、そのピラミッドが話題になっていて、イギリスでイタリアの首相も来たって言ったかな。とにかくそのクラスの人がみんな見に来るんですって。で、来ると中に入ると帽子、もうこんな毛皮の帽子とか被るじゃん。脱いで、南極観測チームみたいなのが着るようなね、コート脱いで手袋外すから、なんでみんな今コート脱いだのって、ここ暖かいからって言うんだって。で、温度計、気温計があって、それ見せると氷点下20何度とかあるのね。20何度ってだって、カチカチ冷凍庫でしょ、なのにみんな脱ぐっていうの。で、いや、気温こんなだよって言うと、ってびっくりすると、でも暖かいよ、ここはって。結局自分たちが自分の体を温めるっていう機能が、その建物の中に入るとアップするんですよ。自分のスペックが使えるようになるの。すごい。それが本来のテクノロジーなわけ。もうあるんですね、あるんですよ。ロシアの話ですよ、やっぱり。東側は早いんです。なるほど。でも話題にはならない。ならないですね。出てこない。日本には特に話題にはならない。ならないですね。抑えるからでしょ。日本ほどさ、情報操作を受けてる国はないですからね。それはそうですよね。でもそういうものを、私の友人でさえって言ったらなんだけど、友人が作ったよって言って、そういうことができるんですよ。だから見えるようになれば電灯いらないじゃん。電力なんか使わなくていいんですよ。ここがちゃんと機能できるようにする。で、そういうテクノロジーなわけです。全部が。AI もそうだし。自分自身も使っていけば、もっと自分自身も、機能が高まるから、冷暖房はいらないでしょ。電灯もいらないでしょって。なんかスピリチュアルな能力も高まりそうですよね。感覚がね、変わってくるから、物事の考え方が変わります。そうですよね。物事のスピリチュアルな能力。スピリチュアル能力ってなんて言ったらいいのか分からない。サイキックみたいなこと。そうですね。はい。サイキックとスピリチュアルは全く別物なんですよ。そうですね。ちょっと言い方間違えたら、なんて言ったらいいの？サイキック、要するに皆さんが今まで使ってなかったような感覚が研ぎ澄まされてってことでしょ。五感っていうか、はい。そう。それは確かにそうです。だからここで抑圧されちゃってんですよ。だけどここを活性化させることによってもともと搭載はされてるわけだから、でここを活性化されることによって機能をアップして真っ暗なところでも自分で見られれば電灯はいらない。だからこんなあちこちポチポチ電気がついてね、なんかね、これどこの世界よって思いますよ。電気ないと見えないとかね。そういうことではないんですよね。だからそうするとね、ほとんどエネルギー使わないじゃないですか。そうですね。電灯いらないでしょ。冷暖房、エアコンいらないでしょとかね。ってことになると本当に、で、ここにあるエネルギーっていうのはここから抽出することできたら、もう無尽蔵ですから、そうですね。お金なんかいるわけないじゃないですか。いらなくなりますね。いや、それこそもう全然お金いらなくなります。本当。だからね、お金から卒業するっていうのは、お金がもう使ってくださいって頼まれても、いや、用途ないですからっていうぐらいに、お金が不要になるようなテクノロジーを開発していくということが大事なんですよ。ちょっとそのロシアのテクノロジー期待しますけど、なんか早く広がってほしいなって思いますね。そうですよね。そういうことが広がっていけばいいんですよね。いいですよね。本
とそういう世界観を皆さんがイメージもうちょっとすることができたらいいなと思うんですよ。そうですね。いや、ちょっと新しい情報です。だからね、決して諦める必要がない、いろんなところで我々のっていうか皆さんが知らない世界ではもうそういうテクノロジーが、テスラもそうかもしれないけど、テスラはお金絡みなんで、どこまで行くかはわからないけど、でもいいアイディアは持ってらっしゃると思うので、それをもっともっとね、世界に発信していかれると、そこをきっかけとして、他の研究者たちもね、そんなような研究を始めるでしょうからね。そうですね。だから決してまんざらでもないんですよ。だってすでに日本製の UFO いっぱいあるし。